こんにちは、村雲です。今回は先日トヨタ自動車から発表された新型 GR86、こちらの RZ グレードが期間限定で近所の GR ガレージにて展示されておりましたので、こちらの内外装紹介をお届けします。それではご覧ください。今回ご紹介する車両の概要はご覧の通りとなっており、グレードは RZ グレード、パワートレーンは排気量が先代から拡大された水平対向4気筒 2.4 リッター NA エンジン搭載の FR 車両となっています。外反色はオプションカラーとなっているスパークレッド、内装色はブラックとシルバーの構成となっておりました。もう少し外反色やパワートレーンなどについて詳細に紹介します。外反色については、今回紹介するスパークレッド以外にクリスタルホワイトパール、クリスタルブラックシリカ、サファイアブルー、アイスシルバーメタリック、ブライトブルー、マグネタイトグレーメタリックの全7色が設定されています。この中でオプションカラーは先述したようにスパークレッドとクリスタルホワイトパールとなっています。今回外反色について気になったことが2つあります。一つは先代の86に設定されていたオレンジがカタログ落ちしていることですね。その代わりにカタログカラーとしてブライトブルーが BRZ にない設定色としてありますが、私個人的には86にはオレンジのカラーが似合っていたように思うので、ちょっとカタログ落ちは残念ですね。もう一つは赤色についてです。すでに GR ブランドから発売されている GR スープラ、GR ヤリス、今回の GR86 と全て赤色が異なるんですよね。GR のロゴから赤色推しのブランドであることがわかるんですけれども、GR といえばこの赤といった象徴的なレッドを設定して統一するのもありなんじゃないかなと思ってます。おそらくなんですけれども、GR ヤリスはトヨタの工場で生産されているんですけれども、GR スープラはマグナッシュタイヤ、86はスバルの工場で生産されるということで、おそらくなんですけれども、異なる工場の工程で同じカラーで塗装を行うっていうのはコストがかかるということだと思います。そうなんですけれども、先ほど申し上げたように、GR といえばこの赤っていうのを実現して、そのカラーで、GR ブランドは統一するみたいなことをやっていただけると、よりブランドの訴求力として上がると思うので、なんとか実現してほしいですね。続いて、パワートレーンについてです。ここが今回のフルモデル展示にて最も大きな変更点だと思いますが、エンジンの排気量が2リッターから 2.4 リッターへと拡大されています。この変更によって馬力は先代からプラス28馬力、トルクもプラス38ニュートンアップしています。このエンジンの排気量アップはエンジンのボア系の拡大によって実現されています。この図に示すようにエンジンの排気量はピストンの大きさを示すボアの大きさとピストンが左右に動く量であるストローク量の長さで決まります。もともと86はボアとストロークが 86mm×86mm のエンジンでした。ここから新型86のエンジンはボアが 94mm にアップ、ストローク量が変更なしで 2.4 リッターへの排気量アップを実現しています。この変更によって図に示すように、これまで先代の86の弱点であった低速時のトルクを補い、3700回転で最大トルクを発揮し、ボアの方がストロークよりも大きいショートストロークエンジンであるため、7000rpm で最高出力を発揮するエンジンとなっています。このことから、これまでの自然吸気エンジン特有の高回転になればなるほどパワーが出る特性を担保しつつ、低速走行時のトルクが低かった弱点が克服されており、まさに正常進化といえるエンジンだと考えます。内外装紹介を行っていきます。まずはフロントフェイスについてです。こちらに関しては GR ブランド車としてスクエアなグリルや L 字に近いデイタイムライトなど GR ヤリスとの共通性を感じるデザインでした。発表時の写真を見た感じはのっぺりした感じで少し微妙に感じていましたが、実物を立体的に見るとかっこよく思えてきました。トヨタ車って写真写りが悪い車が多いような気がするんですよね。このサイドの部分はしっかり空気が抜けるようになっており、GR スープラと違ってダミー部分が皆無な気がします。いや、羨ましいですね。はい。ホイールに関しては、今回の展示車が RZ グレードであったため、ブラック塗装されたホイールが装着されており、サイズは 21540R の18インチのホイールとなっています。ミシュランのパイロットスポーツが装着されているということで、
本格的なスポーツ走行にも対応できそうです。黒ホイールかっこいいですね。赤ボディでのコントラストがすごく映えています。86はミラーのカバーもブラックで塗装されているということで、要所要所が引き締まって見えますね。先ほど触れたダクトはこのようにしっかり開口されているのがわかります。さらにその後ろのボディサイドにもダクトが設けられており、かなり空力を意識した車であることがわかります。これもボディサイドのアクセントになっていてかっこいいです。スープラにもこんな感じの部品付けたいですね。サイドに回り込んできました。新型86のボディサイズは全長が 4265mm、前高が 1310mm、前幅が 1775mm、ホイールベースが 2575mm となっています。先代と比較すると全長がプラス 25mm、前高がマイナス 10mm、前幅が変わらずホイールベースがプラス 5mm となっています。全長が若干伸びてはいますが、前幅が変化していないため、運転感覚としては先代とほぼ変わらず、扱いやすいボディサイズが維持されているのはいいことですね。今回の86のデザインですが、すごくシンプルですよね。コテコテのサイドスカートやトランクスポイラーなどが装着されておらず、ボジ自体が流線形の形をすることで、リアフェンダーが強調されていたり、クーペらしい速そうなフォルムが形成されています。このままでもすごくかっこいいですし、おそらくノーマルだと何もついていないような状態なので、今後続々登場するであろうアフターパーツを一つ付けるだけでも簡単に個性を出せそうなので、カスタムの保持としても非常に良い車両だと感じました。リアのシルエットはこのようになっています。やっぱりマフラー左右1本ずつの形はいいですね。スポーツカーって気がします。リアのデザインは先代よりもかなり変わっている印象です。ナンバープレートの位置が下がったことで、より車高が低い車のように見えますし、テールランプが切れ長形状となったことで先進感が増しているようにも思います。このテールランプのカタカナの負の字の形状は GR ヤリスのテールランプの形状と似ていますが、開発者のインタビューによると GR ブランドとして形状を統一しようとしたわけではなく、たまたまだそうです。おそらく空力を意識するとこのデザインになったんじゃないかなというふうに思います。ライトチェックで今回の86で唯一不満点に上がりそうなところを見つけました。問題はこのサイドのウインカーですね。道路交通法の法規によると、ウインカーの位置は地面から 350mm 以上上にあることとあります。今回の86のこのウインカーの位置が正確に地面からいくらかはわかりませんが、車高を下げすぎると車検に通らなくなってしまう懸念があります。この問題は先代の電気型でも起こっており、後期型になったタイミングでウインカーがヘッドランプラインで収められることで解決しました。先代で起こっていた問題が再発される懸念があるのになぜこの位置にウインカーを配置したのかちょっと謎ですね。続いて内装紹介を行っていきます。まずはトランクの容量についてです。トランクを開けるとこのようになっており、クーペのため高さ方向に余裕はありませんが、横方向に大きく上げられていること、また私の手が届かないレベルで奥行きがありますので、普段使いする上で不満に思うことはないかなと思います。床下収納はほぼないと言っていいかなと思います。また 2+2 である86はこの図のようにトランクスルーすることができるのが大きな魅力であると思います。先代の日数容量のコンセプトもサーキット用のタイヤ4本を運べる容量を確保することであり、今回のモデルもそのコンセプトは引き継がれているものと思います。続いて運転席に乗り込もうと思いますが、ここで注意ですね。この86はサイドスカートの張り出しがかなり大きい印象でした。ボディ同色なので気づかずに乗り込んでしまい、足をぶつけてしまうといったことが頻発しそうです。オーナーは分かっているので気をつけるんですけれども、助手席に人を乗せるときは声かけがかなり重要そうですね。スポーツカーオーナーの悩みの一つです。改めて運転席に乗り込みました。今回の内装色はブラックにシルバーのステッチが入ったタイプとなっています。ドアの内張りに関しては、この部分はアルカンターラとなっており、肌触り良かったです。このドアノブは樹脂のままで塗装もされていませんでしたので、少し質感は低い印象です。肘置きの部分にはソフトパッドが使われており、シルバーのステッチも入っていました。その他の部分も柔らかい樹脂が使われており、しっかりホールドしてくれそうなペットボトルホルダーも備え付けられています。ステアリングには GR ロゴが入っており、所有満足度を上げてくれます。左側がオーディオ操作系となっており、右側にはほとんどスイッチ機能はありませんでした。右下にクルーズコントロール用のレバーが取り付けられています。メーターのデザインは水平対向エンジンを模した形状となっており、
今回のモデルから全画面液晶となっており、表示できる情報量としてはかなり改善されていそうですが、今回の展示車両では残念ながら起動することはできませんでした。続いてナビ周りです。今回の展示車両には取り付けられていませんでしたが、9インチまでのナビが取り付けられることができるそうです。その下にはエアコン操作系のダイヤルが物理スイッチかつ大きなサイズのものが装備されており、このサイズ感だと走行中に目線をそらさずに操作できるかと思いますので、結果的に安全につながると思われます。その下にデフォッカーなども配置されており、必要となった際にパッと操作できるよう配慮されている印象です。この辺りのシンプルなボタン配置は先代からのキープコンセプトですね。そして MT の展示車両であったため、6速のシフトノブが備え付けられています。スコスコと入ってくれて操作感が非常に良かったですが、試乗してみないとわからない部分もあるかと思いますので、またこのディーラーに足を運ぼうかと思います。その後ろには横滑り防止装置のオンオフスイッチがありました。普段の車であればめったに使わないスイッチが中央に鎮座しているのがまさにスポーツカーといった感じですね。さらにその後ろにシートヒーターがあります。こちら RZ グレードのみの装備となっています。その横に握り心地のいい感じのサイドブレーキがついています。手で引くタイプのサイドブレーキ装着車に久しぶりに座った気がします。そして最高端に蓋付きのドリンクホルダーがあり、その中には USB ポートも備え付けられており、装備として必要最低限のものは装備されているかなというふうに思います。グローブボックスの中は肝押し上げされていませんでしたが、これは仕方ないかなと思います。ティッシュボックスは入らなそうですね。86の内装は前景がこのような形となっています。水平基調を意識されているということで、ボンネットから視界に入るまでに余計なものがなく、確かにスポーツカーの中では見晴らしがいいように感じました。先代もそうですが、ボンネットの盛り上がっている部分も運転席から見えましたので、車幅感覚もつかみやすいかなというふうに思います。全席シートはこのようにアルカンターラと革のコンビシートとなっており、しっかり体を支えてくれる感じのシートとなっていました。ただ欲を言えば、ヘッドリストとの一体型シートでもっとスポーツカーらしいシートが選べてもよかったかなというふうに思います。こちら後席となります。さすがに 2+2 の位置づけなので、今回は座りませんでした。ただ、お尻の部分が沈み込むような形になっていましたので、自然とかがみ込むような姿勢が取れるのではないかなと思います。そうは言っても大人が座るのはかなりきついかなと思いますので、本当に緊急用になるかなと思います。後席がついているという事実が一番重要かなと思います。まとめです。今回は新型の GR86 の内外装紹介を行いました。エクステリアについてです。フロントフェイスは写真で見ると正直微妙に感じていましたが、実物で見ると印象が変わったので、販売店にて実写をご覧になることをお勧めします。また、エアロパーツを後付けするのではなく、車体形状そのものでスポーツカーに求められる空力統制を満たしている印象でしたので、シンプルでありながら非常にスポーツカーらしいシルエットであると思います。インテリアに関しては、先代からのキープコンセプトであり、シンプルなボタン配置や水平基調を意識することで、非常に運転に集中しやすい雰囲気作りがなされていました。先代の良かったところがしっかりと引き継がれていることが好印象で、まさに正常進化といえるフルモデルチェンジであると思います。この後、少しおまけがあります。こちら、おまけとなります。この店舗には GR86 の展示に加えて GR スープラトムス仕様のコンプリートカーが展示されていましたので、こちらの様子をお届けします。すいませんが GR スープラオーナーとしてこちらの方が若干テンション上がってしまいました。実際見ると迫力に圧倒されますね。ここまでガチガチに武装するとほとんどレーシングカーのような雰囲気が漂っています。真似できるような要素がほとんど皆無だったんですけれども、GR スープラカスタムの究極系をこの目で見ることができて幸せでしたね。ここまでいかなくても私のスープラもう少しカスタムしてみようかなという気にさせてもらいました。はい。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今後の動画作成のモチベーションにつながります。それではご視聴ありがとうございました。